ようございます。ミントです。みなです。7月14日火曜日の海外テックニュースです。今朝は5本お伝えします。トップは AI ブームが家計に影響し始めている話です。メモリチップの値上がりでパソコンやゲーム機の値段が上がり、 AI のための電力需要の増加で米国の電気代も上がっています。今日のラインナップです。財布に直結する値上げの話から AI と雇用、法廷闘争、巨大データセンター、そして技術トレンドまで幅広くお届けします。それでは1本目からです。 AP 通信によりますと、 AI 向けデータセンターへの投資は今年7000億ドルを超える見通しで、一部のコンピューター用メモリチップの価格を押し上げています。 JP モルガンのエコノミストの試算では、その一部のメモリチップの価格は2024年から今年末までに最大 400% 上昇するとされています。これを受けて Apple はノートパソコンと iPad を 15% から 25% 値上げし、マイクロソフトは8月1日から Xbox を100ドル値上げします。デルや HP も値上げに動いています。パソコンやゲーム機の値段に加えて電気代も上がってるんですか？はい、ただしこちらは別の理由です。 AI のデータセンターが大量の電力を必要としていることで、米国では電気料金も5月時点で前年比 5.9% 上昇しています。これは同じ時期の物価全体の上昇率 4.2% を上回るペースです。この値上がりいつまで続くんですか？そこはまだはっきりしていません。コンピューターチップの価格は年内にピークを迎えた後下がる可能性があるとされる一方、電力需要による電気料金の上昇は2028年以降まで続くとの見方もあります。値上がりがいつ止まるかはまだ確定していません。続いては AI の雇用への影響をめぐる話です。 AP 通信によりますと、200人を超える経済学者や AI 研究者が AI が雇用に与える影響について備えを求める共同声明を発表しました。署名者にはノーベル賞受賞者16人と AI 研究の重鎮であるヨシュア・ベンジオさんも名を連ねています。声明は AI が産業革命を上回る速さと規模で経済を変えうるとした上で、大規模な雇用の創出につながるリスクと生活水準を押し上げる機会の両方があると指摘しています。その上で AI が人を補い社会に利益をもたらす方向に進むよう、インセンティブや安全上のガードレール、制度を整えるべきだと呼びかけています。今回の声明で特に注目されているのはどんな点なんですか？200人を超える経済学者、AI 研究者が名を連ね、その中にノーベル賞受賞者16人が含まれているという規模の大きさです。分野の第一線にいる研究者たちがあえて足並みを揃えて声を上げた点が今回の特徴です。この声明で具体的にこうすべきっていう個別の対策も書かれてるんですか？いえ、声明そのものは4文と短く、個別の政策や雇用への影響の具体的な規模までは踏み込んでいません。備えの方向性を呼びかける段階で、中身は今後の議論に委ねられています。続いては AI 企業同士の法廷闘争です。ブルームバーグによりますと、アップルはオープン AI を北カリフォルニアの連邦地方裁判所に営業秘密の侵害で提訴しました。訴状ではオープン AI のハードウェア部門トップで、かつてアップルの副社長を務めた人物が転職を希望する人たちに機密情報を求めるなど、組織的にアップル社員から情報を引き出したと主張しています。ジョニー・アイブさんらが設立した IO プロダクツもオープン AI とともに被告に含まれています。オープン AI 側はこの主張にどう反応しているんですか？オープン AI は声明で、他社の営業秘密には関心がないと述べています。これはもうアップルの主張が認められたということなんですか？いいえ、今回はあくまでアップル側が訴えを起こした段階です。組織的な情報引き出しがあったという点はアップルが訴状で示した主張であり、裁判所は営業秘密の侵害があったかどうかをまだ判断していません。今後どのような証拠や反論が示されるかもまだ分かっていません。続いては AI インフラそのものの話です。メタ公式ブログによりますと、ルイジアナ州リッチランド郡にあるデータセンターを IT 容量 5GW 規模に拡張すると発表しました。この拠点にはメタとして過去最大の AI トレーニングクラスターハイペリオンが置かれます。投資額は500億ドルを超えるということです。建設のピーク時には7500人規模、稼働後も1000人規模の雇用を見込むとしています。これってさっきのメモリや電気代の値上がりとも関係してくる話ですか？そうですね。1本目でお伝えした値上げの背景にある AI 向け投資の実物の側面がまさにこういうデータセンター建設です。今回のようなプロジェクトが各地で積み重なることがメモリや電力の需要を押し上げています。このデータセンター、
電力はどうやって確保するんですか？メタによりますと、地元電力会社エンタージーとの契約で天然ガス発電所や蓄電池、原子力発電所の出力増強などを組み合わせるとしています。メタはこの契約でエンタージールイジアナの顧客に20年間で26.5億ドルの節約効果があるとも説明しています。ただしこれはメタ側の将来予測で IT 容量 5GW への拡張がいつ完了するのかも今回の発表では時期が示されていません。最後は AI 研究の技術トレンドです。研究チームがアーカイブで公開した論文によりますと Google、DeepMind や MIT、オックスフォードの研究者らが動画を生成する AI の仕組みを転用して画像や映像を見るための汎用モデルを作ったと報告しています。 ECCV2026 にも採択されています。深度の推定や物体の表面の向き、カメラの姿勢、領域分けといった複数のタスクで専門特化型のモデルに匹敵あるいは上回る性能を出したとしています。さらに一部の比較では7分の1から500分の1という少ないデータ量で同等の性能に達したとも報告しています。動画を作る AI の仕組みが見る AI にも応用できるってことですか？そういうことです。動画生成のために学んだものの形や動きについての理解が見るタスクの土台としても使えるという報告です。これ実際の製品とかにも使われてるんですか？いいえ、今回は研究発表の段階です。実際の運用場面でも同じ結果が再現できるか製品への組み込みが進むかどうかはまだこれからです。今日は AI ブームが家計や雇用、法定、そしてインフラや技術そのものへと幅広く広がった一日でした。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。